今日はサラダとパスタと2品作ります。でサラダは人参のすりおろしドレッシング、食べて美味しいドレッシングを作ろうと思います。でまず人参をすりおろすんだけど、皮はね剥いていきます。今日はねちょっと甘酸っぱいレモンと蜂蜜も入れて、ちょっとフルーティーな感じ、そのまま食べても美味しいようなドレッシングを作ってみます。はい、でね今日なんかスタッフ全員来るらしいじゃない。なので倍量で作ります。人参1本で作るのが作りやすいと思うんだけど、今日は人参2本使ってね倍量でいきます。どんなに気をつけてもさ、手ってすりおろさない。怖いですよね。怖いよね。ゴムとすれば安心なんで。すりおろしたら痛いよね、手ね。痛いですよ。包丁より怖いよね。なんか日常生活に潜むすごい危険な行為なのに、なんか危険度があまり過小評価されてるというか、本当気をつけないと大変なことになるよね、これは。そして玉ねぎも入れるんだけど、玉ねぎはすりおろしじゃなくてみじん切りにします。私ね、生の玉ねぎもあんまり得意じゃないんですよ。なんか食べた後に口の中にいつまでも玉ねぎの風味が残るのがあんまり得意じゃなくて、気持ち加熱していきます。フライパンでね少しだけ炒めてあげます。でこれ玉ねぎ絶対に焦がしたくないんですよね。軽く火を入れるだけなので、フライパン火をつける前にもオイルと玉ねぎを入れていってしまいます。こうしてオイルと玉ねぎ入れてから火をつけます。ではね弱めの中火ぐらいでこうやってオイルをなじませて、こうやって炒め出すとさ、ちょっとこう辛みのある匂いがしてくるじゃない。でもう少しするとその辛みに変わってちょっと甘い感じに匂いが変わるんだよね。このぐらいちょっと半透明に変わってきたら、ここにね人参も入れるんですよ。で人参はそんなに火は通したくないんだけど、でも軽く火を通してあげることで青臭さがなくなってより食べやすくなるんですよね。人参入れたらそんなに時間はかけないです。一瞬薄くなるんだよね、火がちょっと入った時に。もうこのぐらいで火を止めます。さっきのボウルに戻して、人参があったかい段階でお酢を加えると、お酢のそのトゲトゲした酸味が若干和らぐんですよね。蜂蜜を、そして砂糖、蜂蜜と砂糖と両方の甘さをつけていきます。で醤油、オリーブオイル、あと塩入れるの忘れてたね。醤油使ってるんだけど、塩のちょっとキリッとしたしょっぱさも入った方が美味しいと思います。で、人参とか玉ねぎの大きさにもよるので、この辺はもう加減して味見して分量を決めてください。
してね、最後にレモン入れるんですよ。でレモンを絞るときは切れ目いてあげると楽に絞れます。でね、必ずこの真上でねギュッとやります。このレモン種がないね。種がある場合にはなんかざるかなんか置いてねやるといいと思います。なんでこうちょっと上でやるかっていうと、この皮のところから香りがピューって飛び出るんだよね。それを中に全部香りの成分も入れたいので必ず真上で。昔ケーキ屋さんでバイトした時に教わりました。でね、バイトしてたこともあるんですでもう絞ったと思ってもちょっとね汚いって思うかもしれないけど、ここに指入れてこうやるとさらにこうやって出るんですよ。本当だ。こうやってもう一回こうやると絞りきれる。であとはやっぱりちょっとパンチを効かせるために胡椒ね、でこれでまあ完成なんだけど、あとはお好みなんだけど、今日はねちょっとサラダにお肉が入るのでもう一つパンチ効かせるためにガーリックパウダー入れます。どこに見せたらいいの？ガーリックパウダー。このね SB のキッチンガーリックっていうのが顆粒がすごく細かくて、であんまり嫌な後味が残らなくて結構気に入ってます私は。でさらに清涼感出すためにカルダモン今日は入れていきます。もうこの辺はね本当お好みなんで入れなくても全然。はい、これで冷蔵庫で冷やしておきます。はい、豚をしゃぶしゃぶしていきます。これはね1リットルの水に酒を大さじ2、砂糖大さじ1、塩小さじ1入れてます。酒は肉の臭みを抜いてちょっと風味をつけるためと、砂糖入れるとちょっと柔らかく仕上がるんですよ。で塩は下味をつけるためね。で今グラグラ沸いてるとちょっと温度が高いので少し差し水して気持ち温度を下げます。温度を程よく下げたところに入れてさっと素早く広げていく。で火が通ったら箸でこうやってつまんでざるに上げていきます。冷水にはね取らないです。油が固まって美味しくないじゃない。豚しゃぶ、冷しゃぶってさそんなにキンキンに冷やす必要ないよねと思うんですよ。常温でいいんじゃないかな。野菜はね冷蔵庫で今しっかり冷やしてるんだけど、お肉は常温で食べた方が美味しいと思うので自然に冷めるのを待ちます。はい、栗のパスタね。栗剥くのめんどくさいじゃない、料理するときに。なんでもう今日は割ってスプーンでほぐすだけでやってしまいます。でこれ普通に茹でた栗ね。で1人当たり 50g 使うんだけど、もうほぐすときにこうやってはかりに入れてほぐしていくと重さが分かって便利だよね。でこうやってほぐしていきます。このね長島さんのアイスクリームスプーンがちょうどいいんですよ。で渋皮が入らないように気をつけながら、要するにちょっとこう細かい部分とゴロッとした部分と両方あるといいと思うんですよ。あんまりゴロゴロしてると麺に絡まないし、全部がこう粉々になってるとやっぱりちょっと栗食べてる感じもしないんでね。美味しそうな。栗のガレット食べてきたんですって言って、もう美味しかったんですって写真見せてくれたのよ。
それはガレットの上に栗のこういうほぐした実がどっさり乗っかっていて、そのビジュアルがものすごくそそられたんだよね。でなんかこれパスタにしてもいいんじゃないってその時思いついて、この前初めて作ってみたんですけど、美味しかったです。バターとチーズを使うんだけど、極力少なめの分量にしてるんですよ。で一口食べてガツンと美味しいって感じのパスタではないんだけど、なんか半分ぐらい食べ進めるとなんか美味しくないっていう50g っていうと、まあ大きめのこのぐらいの大きさの栗だと2個半ぐらいだね、1人当たりね。これって本当に茹でただけで、ほんの少し塩を入れて、でゆっくり茹でました。この前さかぼちゃのポタージュの時にもやったけど、一気に加熱するよりもじわじわと温度を上げていった方が甘みが出るんですよ、こういうものはね。なので水と塩を入れた鍋に栗を入れて、そこから火にかけて、最初が肝心だよね。ゆっくりゆっくり温度を上げていく。じゃあパスタを入れていきます。塩加減が今回重要で、パスタってしょっぱくなったら美味しくないでしょ、ちょっと控えめの塩加減にしています。水1リットルに対して小さじ1の塩を入れてます。パスタは今回1人 80g ね入れていきます。で9分スタートね。袋の表示が9分だったんです。で9分きっちり。ちょっとねこの栗のパスタはアルデンテよりもちょっと気持ち柔らかいしっかり入れた方が合うと思うので、袋の表示通りにしてます。はい、で茹で始めたら栗のソースを作っていきます。でまずパルメザンチーズをすりおろしていきます。今回本当にチーズもバターもギリギリの少ない分量にしてるんですよ。チーズは1人当たり 5g、 バターも 5g、 少ないでしょ、なるべくこれはもう本当に栗が主役なので、チーズとバターは栗の味を引き立てる脇役に回ってもらいます。そしてそこに栗を3分の2ほど、3分の1はトッピングで使いたいので3分の2ぐらい入れていきます。でバターが1人 5g、 20g 切ってあります。4人分なので 20g ね。バターとチーズは少ないけども、オリーブオイルはしっかり1人大さじ1杯使います。やっぱりある程度ねオリーブオイル入らないと美味しくないので、はい、ここまでスタンバイしたら麺が茹で上がる1分前までちょっと待機。1分前になったらここにパスタの茹で汁を加えていきます。1人当たり大さじ1ね。でこのバターのところを目指してこれを混ぜていきます。バターはね完全に溶けきれなくても問題はないので、この後麺を入れて混ぜてる間に溶けるので、こう乳化してソースって感じになるようにちょっと混ぜていきます。こんな感じになれば OK。 ちょっとバター残ってるけどね、このぐらい大丈夫です。そしたらもうざるにあげずにね、このままボウルに入れるんですよ。ちょっと麺にお湯が絡んでるぐらいでちょうどよくなるので、ざるでしっかり水気を切るんじゃなくて、ちょっと若干滴り落ちるぐらいでボウルに入れていきます。もうあとはトングでねこうやって混ぜていきます。混ぜてちょっとねソースの絡み具合を見てほしいんですよ。ちょっと水気が足りないなって感じわかる？これ盛り付けるとさらに水気がちょっとこうなくなってパサッとした感じになるので、少しお湯を足してください。この時にねこの茹で汁がしょっぱいとここで塩味がつきすぎるんだけども、今日ぐらい薄めにしてあるとこうやってお湯を足しても大丈夫。
じゃあ盛り付けていきます。はいはいはい。いいでしょう。いただこうか。はい。いただきます。ます。何から食べるかな。パスタ。お昼前に食べるか。パスタいただきます。生ハムじゃないとこをまず食べて、途中で生ハムも一緒に食べるといいと思います。でも美味しい。栗。私初めてちゃんと食べた。美味しいね。美味しい。程よいところで生ハムも一緒に食べると。なんかでも軽いから、すごいどんどん食べれますね。バター 5g、チーズ 5g ってありえないレシピだと思うんだけど、でもこのぐらいほのかに香るぐらいでちょうどいいかな。サラダも食べてみて。パスタばっかり。甘酸っぱいからじゃない。甘酸っぱい。ドレッシングでここまで。でも、私蜂蜜だけにすることよくあって、あ、お砂糖入れたら美味しいのかってちょっと思いました。砂糖は砂糖の。よくそんな食べたら変だけど。確かに。すごいでもお店で言ってもらえるんですよ、最近。本当言ってもらえるよね、見てますって。すごい楽しみにしてますって言ってくれる人とかいてすごく嬉しいです。これは励みになるね。こんなまかない YouTube 見る人いるのかなって思ってたけど。お腹いっぱいになったね、なんか。サラダおかわりよって置いてたけど、もう十分な感じだね。なんかやっぱり盛りが多すぎるのかな。ついつい乗っちゃうね。美味しかった。よかった。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。はい、ケーキです。はい。はい、おめでとう。
さっぱりしてるし、分ける。